今回は頭のここの削り方と奥の目の描き方についてです。一緒に球の補助線の引き方についても解説します。これらは初心者の頃に特に悩む部分で、コメントでも、わからん、というお声をたくさんいただきました。これらの悩みを解決する鍵は、どう描くかという理屈を知っておくことだけです。絵の才能などは、全く必要ありません。知っておくだけです。一応、これらの理屈については、こちらの動画でも解説してはいるのですが、今回の動画では3つの問題に絞り込んで、よりわかりやすく解説していきたいと思います。まず、最初に頭のベースとなる球の描き方です。球については、補助線の引き方がわからないという声を複数いただきました。45度の斜めが欧例に、ベースとなる球の補助線をどう引いたらいいのか、という点を考え方も合わせて詳しく説明します。2つ目は、頭のこの部分、いわゆる側頭部と呼ばれるところですが、ここをどうすれば正しく削れるのかについてです。ルーミスの顔の描き方の本では、ナイフで簡単に削っちゃってる部分です。いやいや、そこをどうやって削ればいいのかを教えてくれよ。と、初心者の頃の私も思ってました。今回、この謎部分を私が解説します。3つ目は、斜め顔の奥側の目の描き方です。ここも初心者には特に難しいポイントです。手前の目は描けるけど、奥の目を描いた途端におかしくなる。私も全然うまく描けなくて、悩みまくったところです。ここをどう考えて、どう描けばよいのかについてお話しします。デッサンやパースの絡むところですが、なるべくそういう難しい話は取っ払って説明します。この3つのポイントは悩まれている方も多いようですので、良ければ参考にしてみてください。9から順に説明していきますので、必要なところだけチャプターで選んでみてください。ちなみに各解説の開始パートはこちらの通りです。当チャンネルでは、ちょっとした知識やコツで、絵を描く力を伸ばす方法について解説しています。よろしければ、ぜひチャンネル登録をお願いします。まず、ペンに補助線を引いて球に見せる描き方についてです。今回は、45度の斜め顔を描くベースとなる球を描いてみましょう。球の元となる円を描きます。さらに上にキャンバスを広げて、同じ円を描き、こちらには球を上から見た平面図を描きます。最初に描いた円と、同じサイズのものです。この円を4等分に分割します。向きがわかりやすいように、鼻をつけておきます。カメラがこちら側にあるとすると、真横を向いた状態の頭です。これを45度、カメラの方に向かせます。すると、こうなります。これでカメラ側に45度振り向きました。ここで下の円に戻り、こちらの円も4等分割しておきます。これは円を球にする前準備です。カメラは、球とほぼ同じ高さにあると考えます。分割線の水平な線は球の赤道です。赤道を描いたら、上の平面図から補助線を下ろします。この補助線は45度振り向いた顔の、正中線と側頭部の中央ラインを描く目安となります。正中線とは体の中央を縦に2分割する垂直線のことです。人を描くときに大切な補助線です。覚えておいてください。上の円から垂直線を下ろしてきたら、円を立体的な球にしていきます。球の赤道と上の円から下ろした垂直線が交わるポイントを目安に、球の補助線を描いていきます。左側は顔の正面となる正中線、右側は側頭部の真ん中を縦に通る径線です。これで球が描けました。この描き方を使えば、30度でも60度でも、好きな角度の顔のベースとなる球が描けます。おおよそで良いので、正しい球の補助線の位置を覚えておきましょう。そうすれば、平面図なしでも好きな角度の球が描けるようになってきます。次に、球を人の頭にするために側面を削ります。ルーミスの、優しい顔と手の描き方、という参考書において、ナイフで切っているこの部分です。球の側面を削るのは、人の頭の形が球体ではないからです。人の頭蓋骨は横幅が広く、正面が狭い形です。頭の形により近づけるために側面を削る必要があるんですね。ただ、側面を削る、と言っても、どれくらい削れば正しい頭の形になるのかがわかりません。ここが初心者の悩みどころです。では、今からこの部分の削り方を説明していきます。ここでは頭部の比率を使って、削る範囲を導き出します。まず、球に髪の生え際と鼻の頭の目安ラインを書き込みます。生え際の目安は頭のてっぺんから球の赤道までの中間位置です。鼻の頭の目安位置は、正中線に沿って、赤道から生え際までと同じ長さ分、下に下げたところになります。正中線は赤道から下はまっすぐ下に伸びていって顔の表面を作ります。生え際と鼻の頭。この2つの目安ラインに挟まれた部分が、側頭部の縦幅の目安です。これで縦幅はわかりましたが、まだ横幅、削る部分の奥行きがわかりません。頭の側頭部分は、球の赤道と側頭部の径線の交点を中心としたほぼ正円形の領域です。ここで再び上の平面図に戻ります。平面図でも側頭部の中心位置はわかりますが、横幅がどれくらいになるのかが、やはりわかりません。この横幅を求めるために、真横から見た球を上から被せてみます。もちろん、球のサイズは同じです。わかりやすいように、ここに人の頭部を書き加えてみるとこうなります。人の頭を真横から見た状態ですね。この状態であれば側頭部の縦幅はわかります。生え際から鼻の頭までの長さが、側頭部の縦幅です。
ここで側頭部の領域がほぼ正円であることを利用します。正円であるということは、円の縦横の直径が同じ長さだということです。これを使って円を描くとこうなります。この円が球を真横から見た時の削り取られた側頭部となります。横向きの側頭部の範囲が分かったところで、平面図の球と重ねてみます。同じ大きさの球なので、側頭部の円の直径ももちろん同じになります。横向きの球の側頭部の横幅を平面図の球の方へ当てはめます。これで平面図における側頭部の横幅が分かりました。これを下の頭部の球へ補助線を使って下ろしていきます。考え方は、球を描くときに、正中線や側頭部の中心ラインを下ろしてきたときと同じです。これで、ようやく斜め顔の頭部における側頭部の横幅が分かりました。あとはこれを元に、側頭部になる削れた円を描くだけです。できました。この部分こそが、初心者を悩ませる側頭部の削るべき領域となります。ここは、斜め顔を描くときに特に難しくて、理解しにくいところだと思います。もちろん、これを使えば、30度でも、60度でも好きな角度の斜め顔を描くことができます。ただ、毎回こんな手間のかかる描き方をしていたのでは大変なので、おおよその形を覚えておいて描けるようになった方が良いでしょう。理屈として、こうなる、と知っておくことが大切です。最後は、斜め顔を描くときの奥の目についてです。手前の目はなんとか描けるけど、それに合わせて奥の目を描くのが難しい。これも初心者の頃に多い悩みかと思います。この問題も理屈で考えて解決してみましょう。こちらは先ほど描いた球を人の頭部にしたものです。解説にはこちらの頭部を使います。まず最初に頭部に鼻を描いておきます。奥の目を描くときには、鼻の高さを意識しておくと良いです。鼻の頭の位置は、先ほど側面部分を削るときに頭部の比率から求めてあります。鼻の頭の目安の位置は、生え際と球の赤道の長さと同じだけ、赤道から下ろしたところです。ここが鼻の頭になります。次に鼻の高さを求めます。まあ、なんとなくで描いても特に問題ないのですが、せっかくなので鼻の高さを求めてみましょう。これも上の平面図を使います。平面図で鼻の高さを決めます。あとはこれを下の頭部のラフまで下ろしてくるだけです。45度の斜め顔における鼻の高さがわかりました。鼻を描いていきます。この時、鼻は顔の表面よりも高く盛り上がっていることを意識して描いてみましょう。鼻の頭からなだらかに低くなりながら、眉毛のあたりまで稜線が続きます。この鼻の高さを覚えておいてください。では、いよいよ目を描いていきましょう。ここで大切なのは、手前の目から適当に描き始めないことです。手前の目を適当に描いてしまうと、奥の目とのバランスが取りにくくなってしまいます。なので、手前の目を描くときも人体の比率を使います。目の幅や大きさは人それぞれ違ってはいるのですが、一般的な比率は、顔の幅の4分の1くらいです。目の横幅を1とすると、左右の目の間が1、そして目尻から側頭部までの幅が 0.5 くらいになります。平面図にこの比率を書き込み、下の頭部に当てはめます。手前と奥の目の幅はこれくらいになります。奥の目の幅が狭いように感じますが、比率自体は角度がついても変わってはいません。角度がつくので変わっているように見えるだけです。ここも斜め顔の難しいところです。目の位置が分かったので、顔の表面が曲面であることや、鼻の高さなどを意識しながらラフを描いていきます。先に手前の目を描き込みます。目は周りの鼻や眉よりも少しくぼんでいます。顔の表面は、鼻がそうであるように意外とデコボコしています。目や眉もそうです。目がくぼんでいるのは、頭蓋骨の眼下という穴に入っているからです。これに対して、眉の部分は、鼻球と呼ばれ、骨が盛り上がっています。目を描くときは、このデコボコを少し意識して描いてみましょう。これが意識できれば、立体把握のセンスは二重丸です。形を捉えるため、補助線を描き加えても OK です。手前の目が描けました。続いて本命の奥の目を描きます。奥の目は、鼻の高さや顔の角度にもよりますが、鼻の向こうに少し隠れる感じになります。これは鼻が高くて、目がくぼんでいるからです。デッサンを考えるなら、鼻と目の高低差を意識することで、より正確に奥の目が描けるようになるでしょう。難しければ、最初は比率に合わせて描くだけでも OK です。少しずつ意識して描けるようになってみてください。これで奥の目が描けました。頭部のラフとして完成させるとこんな感じです。これが、45度の斜め顔の、ラフの完成形となります。今回は初心者の頃に悩みやすいポイント3つについて解説してきました。解説用に平面図を使いましたが、もちろん普段はこんな手間のかかる描き方はしません。あくまで解説用です。しかし、どうすればより正しい形が描けるのかを知っておくことはとても大切です。正しい形を知っていれば、手順を省略して描いたものが合っているのか、間違っているのかを判断できます。これが、形を見る力を育ててくれます。形を見る力が育てば、自分で間違った形を修正することができます。これこそが、絵を描く力、画力と言われるものです。私は絵を描くことを仕事にしましたが、残念ながら絵の才能があまりありませんでした。周りの上手い人みたいに、感覚やセンスで描くことができなかったんですよね。かなり絶望的な状況でしたが、それをある程度克服できたのが知識と理屈でした。知識をつけ、
理屈を知ることが足りない才能を補ってくれました。逆に言えば、知識と理屈によって絵はある程度描けるようになるということです。ある程度とは、それなりに仕事ができるレベルです。私はこれで、約30年絵の仕事をしてきています。絵を描きたいけど自分には才能がないな、と思っている方、大丈夫です。時間はかかるかもしれませんが、知識と理屈で絵は描けるようになっていきます。諦めずに、学び、描き続けてみてください。いつか理想に近い絵が描けるようになる日が、きっと来るはずです。というところで、今回の動画は以上です。当チャンネルは初心者の方に向けて、ちょっとした知識やコツで絵を描く力を伸ばす情報を発信しています。不定期更新になることが多いので、チャンネル登録して次回の動画を待っていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。ちなみに、今回の描き方で出来上がるのは、おっさんです。